ご視聴いただきありがとうございます。バンコク滞在期の2回目。今回は滞在先コンドミニアムのご紹介です。どうぞ最後までご覧ください。今回の宿は2021年に開業したばかりの新しいコンドミニアムです。2階から6階と25階から27階はウィンダムバンコククイーンコンベンションセンターというホテルとサービスアパートメントで、その他の中間層はサイアミーズエクスクルーシブクイーンという分譲販売をされたコンドミニアムになっています。今回私たちはサイアミーズとして貸し出されているお部屋を予約しております。正面玄関を入って左側に見えているのは、こちらはどうやら分譲販売をされたコンドミニアムにお住まいの方専用のコンシェルジュのようです。サービスアパートメントのフロントは、こちらの正面に見えているカフェ。中を入りますと、カフェに併設する形でサービスアパートメントの受付がありました。滞在時期がちょうど欧米のサマーバケーションと重なったということもあり、やはり欧米からのゲストの方々が多かったような印象です。あとは韓国からの方や中東、アラブの富豪といった雰囲気のとてもきらびやかなご一行様もいらっしゃいました。チェックインの際にそれぞれのパスポートのコピーを取られました。あとは予約した夫名義のクレジットカードで1泊分のデポジットを求められます。このデポジットはもちろん退出時に何も粗相がなければ引き落としされることはありません。今回私たちの部屋は505号室という部屋だったんですけれども、これがとてもわかりにくくてですね、505というお部屋がどこを探しても見つけられなかったんです。で、よくよく見ると、各お部屋のルームナンバーとは別に、ドアノブの下にカードキーをタッチするパネルがありまして、そちらに宿泊施設としてのルームナンバーがテプラで貼ってあるというスタイルでした。ではここからルームツアーです。とても広くて天井が高くて開放的な作りでした。で、まだ新しいということもあって、調度品などもとても綺麗な状態でした。で、途中でちょっと私気づいたんですけれども、私、こんな広い部屋予約してたっけなと思ったんですね。で、予約表を確認すると、やっぱり35平米のお部屋を予約していて、で、こちらは58平米の広いお部屋でした。ですので、どうやらアップグレードをしていただいてたようです。で、ちょっと面白かったことがありまして、今回私たちはサイアミーズから予約をしました。で、認識としては、コンドミニアムのオーナーさんがサイアミーズを通してまた貸しをされるお部屋だと思っていました。ですが実際にアサインされたのは5階ということで、本来ウィンダム、ホテルで管理しているお部屋でした。で、広いお部屋をね、案内していただいたので、こちらとしてはなんか申し訳ないなというぐらいだったんですけれども、いろいろな意味で小さいことは気にしないよという感じでしたね。あ、こんなところにランドリー。イエーイ。これ乾燥までいけるんかな。あ、ワッシュトライって書いてるね。換気扇。はい。で、こちらがベッドルームです。クイーンベッドが1台と、あとはデスク。で、充電も、ベッドの両サイドでできます。クローゼットの中には、アイロンセットや金庫、ドライヤーなどが収納されています。あと、傘などもありましたね。絶対いい気がする。レインシャワーがあって、ハンドシャワー。
赤カビなし。なんとウォーターガンではなかった。素晴らしい。こちらがキッチンです。もう必要な備品はほとんど揃っておりました。お部屋のお掃除に関してですが、こちらから特に何もお願いしなくても、お掃除、ゴミ捨て、あとリネンの取り替えやアメニティの補充などは毎日行ってくれました。あと使った食器類などもきれいに洗って、このように立てかけておいてくれました。ですので、私たちは毎日枕元に40バーツから60バーツほどのチップを置いておくようにしていました。で、ここにはスリッパが入ってました。今回は朝食をつけていないプランだったので、毎朝朝食はこのような感じで前日に買ってきたものをゆっくりと部屋でいただいていました。それではここで、コンドミニアムまでの簡単な行き方をご説明します。スワンナプーム国際空港からエアポートレールリンクに乗り、5駅、マッカサン駅で降ります。マッカサン駅で降りると次は MRT に乗り換えです。MRT までの渡り廊下には屋根がついているので、雨が降ったりとかしても特に濡れるといった心配はありませんでした。MRT のペッチャプリー駅から MRT のブルーラインに乗り、2駅です。クイーンシリキッドコンベンションセンターという駅で降り、4番出口を出て徒歩2、3分でサイアミーズエクスクルーシブクイーンに到着です。33階には宿泊者も利用できるプールやジムがあります。私は見るだけで利用することはなかったのですが、夫が滞在中に何度か利用していました。夫によると、とても広くて気持ちよかったよとのことでした。お外行けるんや。無理か。うわ、33階やったっけここ。見てみて、あそこになんかポップな建物。なんやろ。なんかすごいポップな。ほら。あれロータスって何？スーパーで。1億2000万やって。ロンピニパークが見える。あれロンピニパークよ。だよね。違うかな。違う。あれ？連射機 T 公園。この音は絶対プールです。もういきなりじゃん。インフィニティプール的な。これはもうどこからでも入ってどうぞっていう感じやん。それでは次にコンドミニアムの周辺をご紹介します。まだまだローカル色の強い地域ではあるのですが、これからどんどんと開発されていく予定の立地のようです。こちらのモールパルクには外資系の企業が入っており、1階2階部分にはおしゃれなレストランやカフェ、あとは、ドラッグストアやクリニックなども入っておりました。
ただ他の施設に比べると営業時間が短いので、もし夜ご利用される場合はあらかじめお時間の方を確認しておいてください。シンガポールを旅行した時によく利用したフードレパブリックがこちらのモールにもありました。営業時間帯を見ると、おそらくこのビルディングで働いている方たち向けなのかなという感じではありますが、美味しいものが一箇所に集まっているので、安くて早くて美味しいものが食べたいという時は、こちらのフードレパブリックは個人的にとてもおすすめです。選択肢がいろいろあったのでちょっと迷ってしまったのですが、こちらのお店が特に可愛らしくて、ドリンクもこじゃれたものがいろいろあったので、こちらで休憩をすることにしました。私はキウイフルーツグリーンティーというものを頼みました。夫は変わらずアイスコーヒーです。こちらで甘さとか、アイスの量とかを選ぶことができます。ものすごくわかりやすかったです。カップの可愛さ。アマゾン的な。ペリカンちゃうわ、これ何やったっけ？フラミンゴか。かわいい。こっちは、カラフルやね。めっちゃかわいいな。アイスアメリカーノがこんないでたちになるとは。こちらはエルメルカードというコンドミニアムから徒歩1分ぐらいの立地にあるとても有名なお店です。ちょっとスラムっぽい場所なんですけれども、ポツンとこちらのお店だけ異空間のように存在しています。こちらはショップになりまして、ワインやパン、あとちょっとしたお惣菜やケーキなどが売っています。クロワッサンを購入したんですけれども、本当に美味しくって、もうちょっと早くに来ておけばよかったなと思いました。とても素敵なお店でした。こちらはレストランのエルメルカドです。
パンを買った後、外から見ていたらレストランの方が、どうぞどうぞ中に入って撮ってもいいよと声をかけてくださったので、お言葉に甘えて撮影させていただいております。パティオのような場所と、あとはワインセラーの中にテーブルをセッティングしたようなお部屋、あとバーカウンターがありました。結構ね、広かったです。で、ちょっと一つだけ気になったんですけれども、ここら辺のエリアというのが、下水の匂いが結構強いんですね。で、お店の方に、これご飯食べてて匂いとかって気になったりしないのかなとお尋ねしましたら、たまにね、匂うとおっしゃっていました。ただね、気分の問題だよとのことだったので、それほど神経質に気にするようなことではないのかなと受け止めました。実際この時はね、そんなに匂いも感じなかったです。では最後に宿泊費用のお話です。私たちは今回、タイが全面開国をする前に予約をしていました。もともと予約をしていた35平米の部屋、大人2名で4泊食事なしという内容で19,000円ちょっとでした。安いですよね。で、ウィンダムの方でも、確か同じ内容で3万円を切っていたと記憶しています。そこでですね、今年の年末の12月の28日から1月の2日、大人2名という内容で相当をかけて検索をしてみました。サイアミーズの方はもうすでに完売。ウィンダムで、1泊21,000円ちょっとからでまだお部屋の空きがあるようです。それではこちらで今回の動画は終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。